収納マニアなら知らない人はいない IKEA のスクープ。人気の定番アイテムだから使っている人も多いんじゃないかなと思います。でもこの3個セットのこのサイズは残念ながら蓋がついていないんですよね。前から欲しいなと思いながらホコリが気になるのでずっと購入を迷っていました。そんな中、最近スリコからスクープそっくりの新商品が登場しているのはご存知ですか？しかもこれ蓋付きなんですよ。これは欲しいと思って飛びつこうとしたんですけど、どこの店舗も完売。再入荷通知をオンにしてずっと待っていたんですが、通知が来た10分後にはもう売り切れているという状況で、これはもういつ買えるかわからないなとがっかりしていた時に SNS で神アイディアを発見しました。それがこちら、セリアの蓋付きクリア収納ボックスを組み合わせるという方法です。ちなみにスリコの蓋付きスクエアボックスは IKEA のスクープよりも高さと奥行きが少し小さめです。私は少しでも大きい方がいいなと思ってスリコの再入荷を待たずに IKEA とセリアを組み合わせてみることにしました。はい、ということで今回初めてスクープを購入しました。この無駄のないスクエアなデザインがいいですよね。すっきりしていて見た目もかなり好みです。素材はポリプロピレン製で軽くて扱いやすいし、使わないときはそこのファスナーを開けば平たく畳めるのも便利です。インサート付きなので形も綺麗にキープできます。持ち手も悪目立ちしないデザインなのが素晴らしいです。しかもこれ下までついているので高い場所でも取り出しやすいというところが最大の特徴でもありますよね。これは本当に優秀だなと思います。 IKEA のスクープのサイズは幅31センチ、高さ33センチ、奥行き34センチ。そしてセリアのクリア収納ボックスは幅が31センチ、高さも31センチ、奥行きが33センチ。セリアの方が奥行きが1センチ、高さ2センチほど小さいんですけど、これがこのスクープの中にスポンとシンデレラフィット。ほんと気持ちよくすっぽりと収まりました。これで蓋がついてホコリ問題も解決。ちなみにこのセリアの方は透明のポリプロピレン製で100円なのに意外と張りがあってしっかりしています。持ち手も下の方までついているし、ダブルファスナーなのもポイントが高いです。半透明で中身もうっすら確認できます。私は中が見えない方が好みなのでスクープと組み合わせましたが、中身が見えても気にならないならこのままでも十分使いやすいと思います。余談ですが、除湿シートもセリアでついでに購入しました。これは繰り返し使えるシリカゲルタイプ。110円で2枚入り。1ヶ月に1回天日干しをすることでおよそ6ヶ月使うことができます。衣替えのタイミングで取り替える感じでしょうかね。サイズは31センチ ×23.5 センチ。これがセリアの収納ボックスにちょうど良かったです。ちょっと両方とも白くて分かりづらくてすいません。で、上には防虫剤も入れて収納しました。おかげでずっと欲しかったスクープの気になっていたポイントを無事にクリアできました。ちなみにスリコの新商品は1つ880円、スクープは3個で1999円。そこにセリアを合わせても IKEA の方が少しお安く揃えられます。はい、お次は毎度おなじみマワハンガー。これも収納マニアに人気のアイテムで、滑らないハンガーの元祖ですよね。薄型で小スペースに収納できる上に、肩のラインも自然な丸みで跡がつきにくいのがポイントです。私も気がつけば10年以上使い続けていました。私が買った頃は唯一無二だったマワハンガーも、今では似たようなハンガーが100均やニトリにもありますよね。お値段もかなり手頃になっているなぁと感じます。しかも最近は進化版も結構出ていて、その中でもこっちのがいいなと思ったのがこのハンガー。
これは楽天で購入した滑らないハンガーです。マオハンガーに似ているんですけど、下にバーがついているタイプ。このバーはやっぱりあった方が断然便利でした。パンツをかけられるのはもちろん、今まではハンガー2本必要だったセットアップもこれなら1本で収まるので、クローゼットもさらにすっきりします。他にもタオルを干すのに使ったり、マフラーとかストールをかけて収納することができたり、このバーがあるだけで用途がかなり広がります。しかもこのハンガーのバーはサイドフックがあるので、キャミソールなどの細い肩紐もしっかりかけることができます。もちろん今までのマオハンガーでもキャミソールはかけられたんですが、ワンピースと一緒にかけるとキャミソールだけ取りたいっていう時に一度ワンピースを外さないといけなくて、それが地味に面倒だったんですよね。でもこのハンガーならワンピースは本体に、キャミソールはサイドフックにかけられるので、キャミソールだけさっと取れて便利でした。はい、でマオハンガーと比べてみるとこんな感じ。ハンガーのカーブもサイズもほぼ一緒でした。ただフック部分はマオハンガーよりも短めでした。太さはマオハンガーよりもわずかに太いかなという感じで、そこまで大きな差はありません。マオハンガーと同じ PVC コーティング加工で滑らない仕様になっています。で、地味に感動したのがフックが360度回転すること。うっかり逆向きにかけてもくるっと回すだけで OK。今までみたいにかけ直す必要がありません。マオハンガーは固定式なので、これはかなり嬉しいポイントでした。ただ口コミでもこのフックの部分が回らないっていう声が多くって、確かに最初はかなり固めで、あれ回らないタイプと勘違いしたぐらいだったんですけど、何度かハンガーのカーブに沿って揺するように動かすと回るようになります。一度動かせばその後はスムーズに回りました。マオハンガーのいいところはそのままにさらに便利になったので、これからまた買い足す時があったら私は迷わずこちらを選ぶと思います。はい、マオハンガーから変えてよかったアイテムといえば、ダイソーのバッグハンガーもその一つです。これ以前もご紹介しているんですけど、今でも継続して使い続けています。Amazon や楽天でもそっくりなハンガーは売っていますが、だいたいセット販売でお値段もそこそこなんですよね。ダイソーなら欲しい数だけ1個110円で買えるのが嬉しいです。以前はバッグは型崩れを防ぐためにマオハンガーにかけて収納していました。普通の S 字フックなどにかけるとバッグの持ち手に負荷がかかったり、変な癖がついてしまう不安があるんですが、滑らないマオハンガーにかければ緩やかなカーブをキープできて癖がつきません。このダイソーのバッグハンガーも同じくちょうどいいカーブで癖がつかない上にしっかりホールドしてくれます。ハンガーより見た目もすっきりしました。耐荷重は 5kg、フック部分の内径はおよそ 3.5 センチ、割と厚めで作りもしっかりしています。そしてかけるところの幅はおよそ3センチ、持ち手が太めでしっかりしたショルダーもちゃんとかけることができました。ちなみに帽子やスカーフをかけるのにも使えます。ダイソーのアプリで在庫を確認したら、在庫のある店舗のほとんどが残りわずかの表示だったので、気になる方はお早めにどうぞ。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプで応援いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。